皆さんこんにちは、ピケチャンネルです。今回は多くの方々からリクエストをいただいていた綺麗な字の書き方講座をしていきたいと思います。というのもですね、普段自分は Vlog やスタディ、いわば勉強に関する動画を上げてるんですけれども、字を書くシーンにすごい関心を持っていただいているので、今回はそれにお答えするという形でやっていきたいと思います。今回の動画で教えたいことは、綺麗に見せるための全体のバランスの取り方、それから一文字一文字を書くのに僕自身が心がけていること、大きく分けてこの2点です。文章全体と文字一つ一つの見栄え、これら2つを分けて実践することによってより上達しやすくなると思います。そうは言ってもですね、自分は字の書き方を教えるというのが初めてのことなので、温かい目で見ていただけると嬉しいです。よければですね、一緒に紙を用意してもらって動画を見ながら練習していただけるとより効果的かなと思います。用意する紙についてですが、コピー用紙など無地の白紙を使っていただければより自分のためになると思います。自分は習い事の習字というものを経験したことがありませんので、皆さんもすぐにこれくらいの字でありましたら書けるようになるかなと思います。ではまず最初に1番の綺麗に見せるための全体のバランスについて解説していきます。とは言っても、バランスを整えて書くということはそれほど難しくないので、意識すればすぐにできると思います。一つ目のポイントは、ひらがなやカタカナは小さく、そして漢字は大きく書くように意識することです。この悪い例の通り、ひらがなと漢字がもし同じ大きさだと、どうしても窮屈な印象になってしまいます。主に動詞や形容詞など文の主人公として使われる漢字に対して、ひらがなは助詞や送り仮名のような脇役だ、そんなイメージを持つといいと思います。次に2つ目に大切なのは、まっすぐな中心線を意識することです。自分が高校生だった時、当時の国語の先生から、あなたの字は中心線が揃っているから綺麗に見える、そんな風に褒められたことがあります。その時はクラスのみんなの前で褒められたので、とても嬉しかった覚えがあります。国語の先生がそうおっしゃるくらいに、中心線が全体の見栄えにつながってくるということです。次がバランスについて大事なことの最後になります。それは文字同士の間隔を揃えることです。心理学的には間隔が揃っていれば揃っているほど脳の情報処理の負担が小さくなるそうです。すなわち間隔を揃えることで全体的に見やすい、そういった印象につながります。次に自分が教えたいこと2つ目の一文字一文字のポイントについて解説していきます。なぜ文字一つ一つにこだわる必要があるのでしょうか。それは文字にメリハリを持たせることで、手書き独特の美しさというものを強調することができるからです。まず一つ目のポイントは、やや斜め右上がりに書くことです。これは定番、基本的なことだからこそ、皆さんにもう一度見返してほしいことです。演技的にもマイナスなイメージが持たれてしまうので、特に右肩下がりにはならないように注意してください。右上がりに書くことによって、まるで習字で書くようなかっこいい美しい字につながっていくと思います。次に2つ目のポイントは、右下に文字の重心を置くことです。こ
これは1に比べるとあまり意識されないことだと思うんですけれども、文字に安定感を与える大事な要素の一つです。重心が右下に行き過ぎたり左側にあると文字が浮いた状態に見えてしまいます。不自然な文字の見た目を解消したい方は、まずこのポイントを重視してみてください。次が文字のポイントについて大切なことの最後になります。それは空間の大きさを揃えることです。空間を整えることによって文字にメリハリを持たせることができます。例えばこの明るいという文字なんですけれども、空間の大きさが違うとどうしても字が歪んで見えてしまいます。書道を経験したことがある人だと、余白を意識しながら書く方法というのが馴染み深いそうです。隣り合う隙間同士を均等に書くことができると、美しい書字ができるようになるのではないかなと思います。以上、綺麗な字の書き方講座でした。最後までご視聴ありがとうございました。